皆さんどうもこんにちは、しおりです。バラナシです。着きました。今からホテル向かう。はい、インド編もとうとう大詰め。デリーからバラナシへやってきました。またデリーとも全然雰囲気が違って、さらにディープでドープ、もう牛とか犬のお通じがゴロゴロと落ちていたりなど、もう芳醇な香りが立ち込めます。失礼します。ナマステ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 。で、こんな風な道なき道を通っていった先にホテルです。おじさん寝てる。で、これフロントにあった本ね。長澤まさみもバラナシ来てるよ。ちょっとホテルがやばいから見てほしい。行きますよ。じゃらん。こんな感じで、なんかすごくローカルなんだけど、こちらから見えるのはじゃー、ガンジス川だよ。すごい独り占め。なんともう聖なるガンジス川が目の前にあるお部屋。こんな風にまるでラプンツェル。ガンジスに行きます。今から行きますよ、皆さん。行きます。来ちゃったね。わあ、来てしまいました。憧れの地です。もうヒンドゥー教にとってはこの川は全ての罪を浄化してくれるっていうね、もうあまりに神聖な川らしいですね。これでお昼はチョレバトレっていうなんか聞いたことないやつが食べたくてさまよっていたのならば、こちらのおじちゃん突然お前らどこに向かっているんだと案内してくれるんだって。なんかチップとか要求されるのかなって思ってついていったんだけど、チョレバトレ？Here? Thank you. Okay, thank you very much. チョレバトレ？なんだっけ？名前なんです。チョレバトレです。はい、いろんなご縁がありつつ、やっと巡り会えたチョレバトレ。簡単に言うと多分揚げたナンみたいな感じで、ただもちもち感が相当なものでして、それをこの豆のカレーとともにいただくと、そこでカメラを向ける彼の先になんかね、人気者かも。いいの？ Thank you very much. Thank you. バイバイ。ありがとう。で、ちょっとあまりにアルコールを置いている店がないので、ちょっと飲み行こうぜってなってね、力車に乗った。ビアバー。で、この彼も途中から見てくれ、ここは坂だ、俺は頑張ってるみたいなことをアピールしながら漕ぐのね。で、日本人だったらあんまりそういうことしないと思うんだけど、もうそこもインドの良さかなって言いましょうか。素直というか全感情おっぴろげで着いたのは怪しすぎるバーということで、宗教上飲まない人が圧倒的に多いのでこんな感じになるのかな。で、私はインドウイスキーの炭酸割り、氷は危ないのでね、なしでいただきました。美味しい。かなりインドの中では高めになるのかな、お酒は。だけどもうこの暑さね、飲んでないとやってきません。よろしくお願いね。美味しそう。
ほいで、これも食べたかったんだ。インドでね、サグカレー。ほうれん草とチーズが入ってるやつでしょ。これ結構日本のインド料理屋さんでも好きで食べてるんですけど、この緑の液体を手で食べるっていう背徳感。しかもね、ほうれん草カレーだからって舐めちゃいけません。意外にチキンカレーとかよりもカロリーが高いんだってね。ということで、ダブルの背徳感を味わった挙句、カメラの先になんでだろうね。ほいで、バラナシ2日目の朝ですが、街を歩いていますと、こんな感じのコンビニみたいのがあって、でそこでね、これは何でしょう。これを買ってチャキーン。はい、なんかおしゃれでつけるやつだね、インド人が。それをちょっとつけてみて、バラナシを渡ってみたりだとかして観光日和です。よろしく頼む。ただね、もう本当にもう地獄みたいに暑くて、でもう見て汗かきすぎってぐらい、もう小学生かなって感じなんですけど、帰ってもう死にそうだったので、避難場所こちら。助かるね、本当に。エアコンに関してはクーラーがある店ももう本当レストランみたいなとこしかないので、クーラーがありそうなお店を探して入る。そして念願のターリー。はい、ナマステ。かわいい。で、どっからどう見ても育ちが良さそうなこの私立女子中学生みたいな子たちに、このターリーの食べ方を教えてもらっているところ。平和が生まれた。もともとこのターリーはいろんなカレーを一度に食べれて、本当にオーケストラみたいな感じがして大好きなんだけど、そこに彼女たちの優しさというシンバルが鳴り響いてですね、過去一のカレーでした。で、ちょっといろいろかっ飛ばして夜またバーに来ました。この後ね、大イベントが待ち受けているので、チキンティッカをビールで流し込んで備えている最中です。よろしくお願いね。はい、ということで、大イベント会場にやってきました。皆様もうお気づきでしょうか。なんと今回寝台列車に乗らせていただきました。バラナシからデリーへ帰ります。正直日本でも乗ったことがないので、インドから先にっていうのはなかなか面白いんですけれども、つぼわさんに寝台列車乗ってみたいって言ったらいろいろ手配してくださってね、本当に感謝だよ。それではいざ車内チェックですね。ご覧ください。この風情ある車内。はい。で、トイレはこちら和式と、洋式あるのかな。で、車両ごとに位が違ってくるんですけど、これは隣の車両はこんな感じ。ただ私は高級ブルジョワ安全第一女なので、このレッドスターカーペットを抜けた先にあります個室でございます。わー、すごい。ドリンクホルダーもで、私はせっかくなのでこの2階の高い方で寝てみようとのこと、シーツをつけておりまして、見晴らしはこんな感じです。もう発射はしてるんだけど、かなり安定した動きでして、揺れも少なく快適というわけで、ここから13時間半デリーまでおやすみなさい。おはようございます。起きたら
電車素敵。あっという間に朝が来まして、朝はこんな感じで朝ごはん売りの人が通ってくれるのね。でそこで買いますって言うと、こちらの朝ごはんゲットできます。左手にはちょっとチキンナゲットっぽいもの、右手には卵で、こちらが甘いお茶ですね。味は全然大したことないはずなんだけど、めちゃくちゃ美味しく感じまして、だってね、これだよ。このロケーションと映画のような世界観、多分焦げまくったパンでも美味しいよ。やるじゃないか。なんて幸せなんだとひれ伏したところで着きました。ありがとうございます。着いた。ニューデリー。この日の夜便で日本へ帰るので、食べ残したもの、やり残したことをやっていくね。というわけで、まずはインドのスラム街をこの目で見ていきましょう。喋って歩いたらマジでハエが口の中入りそうなぐらい。そう、普通にインドスラムじゃなくてもハエすごいんだけど、ここは本当にすごくて、動画に映りきらないほどのハエと香り。でこれは鶏肉屋さん、下に鶏。多分日本人にとっては超汚いし臭いし、正直足を踏み入れられない人もいると思うんだよね。でもそうは言っても、ここにはたくさんの人たちが暮らしていて、コミュニティがあって、まさに生活してる人がいるわけでしょ。かわいい。だからね、多分汚いとか汚くないとかそういう次元の話じゃないし、この子供たちのキラキラした顔、もうこれを見てたらなんかね。最後のランチです。こうしまして食べ残したものとしてバターチキンカレー。ここはね、なんとバターチキンカレー発祥の店って言われてるらしい。で一緒に頼んだこのタンドリーチキンもね、結構パサパサ系なんだけど、私はパサパサ系が大好きなのでパサパサ好き。それでこのバターチキンはね、もうどんだけバター使ったらこの味になるのってぐらい濃厚で、もはやクリーム感ありましたね。ただそれをこの淡白なチキンとともにいただくのが本当に美味しくて、ここはレストランっぽいので胃が弱い方にもおすすめで、もう最後だと思うと胃が開きまして、こちらマトンビリヤニ。ここなんだけどね、つぼあさんおすすめのお店なので皆さん要チェックです。ってことで本当に最後のインド飯だよ。なんかこのビリヤニは1日目に食べたものとも全然違くて、旨味でふっくらと炊き上がってる感じ。知らんけどやっぱインド料理奥深いね。もうほんと幸せな旅でした。優雅。空港に着いてシャワーが浴びたすぎてラウンジに課金しました。だってさ、昨日深夜列車だったじゃん。だからそれからもう汗かいて入らないなんて考えられなかったので、大人の力使ってみました。大人です。シャワー浴びました。食べまくります。確か日本円で8000円くらいだったかな。飛行機も遅れてたし、こういう時のお金だという感じで大盤振る舞い。ただね、その分食い意地がすごいからワイン6杯はいった。さあ行くぞ。しみる。はい、ここから爆食が始まるのですが、それを横目に旅の総括といきましょうか。
もう人生の夢だったインドにこんなプロフェッショナルたちと一緒に来れたこと、本当に感謝です。で、あんだけ怖い、汚い、やばいって言われてるインドだけどね、思ったほど怖くなかったです。っていうかつぼわさんが言ってくれたからっていう大きな恩恵はもちろんね。だけど行くまでは本当怖い国ってことが一人歩きしすぎてて、私も同じ人間として想像することができてなかったんだよね、多分。本当に今反省してるんですけど、ひどい話だよね。でも実際この目で確かめたら、もうほんと全然同じ人間だし、いい人はいい人で、嫌なやつは嫌なやつ。ただ日本と大きく違うのは、もう本当にみんな自分勝手。でも私はそこがすごい合ってて、自分も迷惑かけるから相手も迷惑も当たり前。むしろ許しの文化みたいなのが自分勝手な私としてはありがたかったな。そんなこと言ってたらもう登場時間ですね。はい、大好きになったインドとお別れです。たださ、インドは呼ばれないといけない国って言われてるだけあって、呼ばれてない人はトラブルがあったり、お腹壊したり、あとインドのこと嫌いになって帰っちゃうんだってね。だけど私はそれら一切なく、本当心底インドが好きになれたので、インドの神様ありがとう。そしてつぼわさんありがとうございました。お世話になりました。つぼわさんのおかげで無事楽しんで、もうめっちゃ楽しく、体調も崩さず、そう、お腹も崩さず、じゃあその人の強さ見ました。ありがとうございます。恐れ入りました。ありがとうございます。つぼわさん、かりこちゃん、旦那さん、そしてここまで見守っててくれた皆様、本当にありがとうございます。楽しいか楽しくないか、危ないか危なくないかとか、それ人それぞれ思うことは違うと思うんですけど、これだけは言えるのは、本当に世界は広いですね。なので大丈夫です。みんなの幸せを願ってますじゃあありがとね。